こんにちは、まずくです。今回から初の視聴者さんのお部屋添削企画を始めていこうと思います。ちょこちょこ配信などでは言っていたんですけど、私の SNS の DM にお部屋の画像を送っていただいて、動画や生配信で添削していこうと考えています。まずは第1回目として、すでに送っていただいていた視聴者さんのお部屋を添削していきたいと思います。レイアウトに正解はないんですけど、私なりの考え方とか家具の使い方とか提案していけたらなと思います。それではどうぞ。今回添削させていただくお部屋はハピパラのシェアハウスで作った 10×10 のお部屋です。いただいたメッセージを読み上げると、奥にベッドルームを作っていて完全に間取りを区切っているんですけど、本当はもう少し開放感が欲しいです。仕切り壁を使うとどうしても閉鎖感が出過ぎちゃうのが悩みです。まずお部屋の印象なんですけど、私が動画や配信でしつこいくらい言っている色回収とか素材感の回収がちゃんとされているんですよね。例えばディスプレイボトルとローテーブルの上のアルバムとベッドルームのベッドのリメイクが緑色になっていたりだとか、あと素材感で言うと冷蔵庫とパブリックベンチとフロアランプの素材感がいい感じにばらけていて、すごくバランスが取れているお部屋だなと思います。全体の統一感もしっかりあって、本当に素敵なお部屋だなと思ってるんですけど、お部屋を作った方が言う通り、確かに正面から見た時に壁しか見えないっていうのと、ベッドルームに入る時に回り込む形っていうのと、入り口が一マスしかないっていうので、ちょっと圧迫感を感じるのかなと思います。では早速お悩みの部分から手を加えていきたいと思います。まず圧迫感を感じるのは壁がありすぎることが原因なのかなと思うので、壁を減らします。さらに奥から回り込む形ではなく、正面から入れるお部屋に変えます。壁を減らしてお部屋の位置を後ろに変えて、さらに入り口を正面に変えたことで開放感が出たと思います。では次はお部屋全体のバランスを見ていきます。ベッドルームを後ろにずらしたことで他の家具の位置がずれてしまったので直していきます。で、壁の横にあった柱をなくしたことで仕切りカウンターと壁の間の隙間が気になるようになってしまったので、また柱を追加します。なんですけど、ここだけに柱があると少し違和感があるので、ちょうど右側にある本棚の横に同じ本数柱を追加してリビングスペースに奥行きを出します。で、さらにこのお部屋で意識するといいことがもう一つあるんですけど、いつも動画や配信で言っている通り、お部屋で使う色は差し色を入れて3色までにすることです。このお部屋を見る限り、差し色と思われる色が緑とヨガマットとローボードで使われている赤に近いオレンジ色の2色あります。差し色を1色にした方がお部屋全体のまとまりが出ると思うんですけど、このお部屋のジャンルで言うと差し色を緑にした方が馴染みやすいかなと思うので、今回使う差し色は緑にします。差し色を一色にしただけでまとまりが出たと思います。で、ここで一つ気になることがありまして、壁にかかっているキッチンツールの棚の上の瓶もさっき言った赤に近いオレンジの差し色に当たるっていうのと、コンロ自体にもうすでにフライパンやフライがかかっていて二重になってしまうので、ここはなくしてもいいかなと思います。そうするとキッチンが寂しくなってしまったのと、コンロの横も空いているので、一旦キッチン家具全体を右側にずらして冷蔵庫の横に工作台と同じ色があってもいいかなと思ったので、食器棚に見立てたカントリーなクローゼットを置きます。で、クローゼットの横に半マス空いてしまった隙間があるんですけど、ここには柱を置いておけば隙間も埋まるし、お部屋全体に立体感が出るので、ここに柱を置いておきます。コンパクトキッチンの壁の部分が窓に当たっているのが気になる場合は、オーブン付きコンロに変えてもありかなと思います。
で、さっきキッチン通路をなくしてしまったので壁に何か飾りたいんですけど、ここはカントリーなキッチンと色を合わせたシンプルなウォールシェルフをキッチン全体のバランスを見て壁の真ん中に当たる部分に3つ飾ります。次はリビングスペースを見ていきます。今、ローボードとローテーブルソファーの位置がずれていてちょっと直したいんですけど、ローボードを仕切りカウンターで挟んだ方がバランスよく見えそうな気がするのでちょっと変えてみます。で、そうなるとラジカセの向き的にディフューザーと場所を変えた方がバランスが良さそうなのでここも変えてみます。で、さらにキッチンスペースとリビングスペースの色合いを見比べてみてほしいんですけど、キッチンスペースの方が濃いブラウンが固まっているのでリビングスペースも同じぐらい色のバランスを取りたいと思います。このリビングスペースの中で工作台と同じ色味にリメイクできる家具が仕切りカウンターと本棚になるのでこの2つの色を変えてみます。これでキッチンとリビングの色のバランスが取れたと思います。で、ちょっと気になったのが仕切りカウンターの色を変えたのでラジカセは白でいいかなと思ったのと、リビングスペースにスクラップブックとマガジンラックと本棚の3つ柄物が揃っているのでどれかシンプルなものにしてもいいかなと思うんですけど、そこまで家具は変えたくないのでパッと見た目は変わらないけど印象が変わるようにスクラップブックを本に変えて、さらにマガジンラックにある本をここだけ青色が入っているのでファッション紙に変えてなじませます。そうするとリビングスペースに緑色が少なくなってしまったのでソファーを緑色に変えます。で、おそらくリビングスペースを写真で撮るときに斜めの角度から撮ると思うんですけど、そうすると壁一面が少し寂しいなと感じるのでフロアランプとマガジンラックの位置を変えて壁沿いにカーテンのパーテーションを置いて窓があるように見立たせます。こうすることでだいぶこのスペースに密度が出たと思います。次はベッドルームを見ていきます。まだ最初にあった家具のまま触っていないんですけど、入り口から見た時にもっとベッドが見えるようにしたいのでベッド全体を少しずらして後ろに仕切りカウンターを並べます。そうするとベッドの周りにある家具の配置がおかしくなってしまうので一旦消してベッドの位置を調整します。で、ベッドルームの角にさっき消した家具を一つ置けそうなので置きたいんですけど、カントリーなクローゼットはキッチンで1回使っているのでここは素朴な洗面台を置いておきます。で、さらにこのベッドルームに工作台と同じ色がもうちょっとあってもいいかなと思ったのでカントリーなベッドを両方ともブラウンの色に変えて、さらにシーツの色も揃えます。で、正面から見えるベッドルームの形になったのとベッドの後ろに仕切りカウンターも足したのでこのベッドルームに合う家具を足していきます。小物と壁で工作台と同じ色味のものと冷蔵庫やパブリックベンチと同じ素材感の時計を配置してみました。では次は運動スペースを見ていきます。他の3部屋に比べてスペースが空いてしまっているので少し家具を足してみます。空いていたスペースにリビングが見えるように背の低い仕切りとさっきベッドルームで使っていたけど一度消してしまった箱椅子を置いてさらに全体の配置を調整してみました。ではこれで私が手を加えられる場所は以上になります。もともとの家具選びが上手だったので少し配置を変えたり色味を変えるだけでまとまった印象になったかと思います。で、お悩みだったベッドルームの間取りも正面から見える配置にすることでだいぶ開放感が出たかなと思います。よければ参考に作ってみてください。いかがでしたでしょうか。まだまだお部屋のお悩みは募集しておりますのでぜひ私の SNS の DM に送っておいてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。ほいじゃあ。